はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、メルセデス・ベンツの GLB200D、こちらの AMG ラインついてないもの、ナビパッケージのみのものに、試乗させていただくことができます。すでにね、内外装編お届けしていると思いますので、下の詳細欄にリンク貼っておきますので、合わせてそちらも見ていただければと思います。それでは、エンジンをかけてみましょう。はい。こちらは2リッターのディーゼルですね。2リッターのディーゼルです。はい。2リッターディーゼルに8速の DCT が組み合わされているということで、私も CLA の 200D 今乗ってますけれども、そちらと基本的には同じ、パワートレーンとトランスミッションになっています。はい。それではですね、メルセデスではもう、反応しなかった。おなじみの、セレクターレバーですね。こちらのウィンカーではなくセレクターレバーを D に入れて、電動パーキングブレーキなので、そのまま走ることができます。で、メルセデスでは、ブレーキホールドはですね、ブレーキペダルを奥までグッと踏み込むと、作動するタイプという形になっています。今、奥までブレーキペダルを踏んだので、ホールドというランプがついて、停止が保持されているという形になっていますが、これがね、一番個人的には理想的な、ブレーキホールドの、作動じゃないかなと思っています。車速がゼロになってしまった時にホールドされるっていうね、メーカーのブレーキホールドが多いんですけれども、それだとね、右折待ちとか駐車の時とかに、ホールドしないでほしい時までホールドされてしまうと。そういう煩わしさがある中、メルセデスの場合はですね、ブレーキペダルを奥までグッと踏むと作動するので、軽くね、信号停止とか、右折待ちとか、駐車時などでは逆にブレーキホールドは作動しないという風に選べるっていうね、ところの便利さがあるかなと思っています。私も CLA 乗ってて本当に便利だなと思ってるとこですね。はい、それでは漕ぎ出していきましょう。で、アクセルペダルを踏めば、ブレーキホールドも解除されるという形になっています。そしてアイドリングストップも解除されると。結構 AMG ラインじゃないステアリングホイールってなんか久しぶりというかほぼ初めてぐらいで運転するかもしれないけど、結構握りが太くて、これはこれでいいかなという感じもします。で、8速 DCT なんで、やっぱりダイレクト感のある、ドライブフィールですよね。で、A クラスとか B クラスだと、CLA もか、180があって、あれは7速 DCT なんですよね。はい。だから前に A クラスの7速 DCT の、180とか乗せてもらった時は、もうちょっと、やんちゃなというかですね、割とその DCT らしい、よく言えば、ダイレクト感があるんですけれども、悪いところを言うとすると、微低速域での発進とか、加減速ですよね。そういう時にはちょっとギクシャク感が出るような感じはあったんですけど、この8速 DCT の方が、それが個人的にはないかなというふうには感じています。で、これディーゼルのはずなんですけど、全くわかんないですね。乗り心地いいですね。CLA から乗り換えると、今日は CLA で来てないですけど、CLA はもうちょっとやっぱり拾う感じがありますよね。その路面のギャップとかは。その辺に比べると、シートとかそういうところの作りとかも違うっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱ GLB の方がだいぶマイルドな感じはありますが、でもステアとかは意外とクイックですよね。はい。意外とそれはよく言われますね。なんかもっと SUV だと遊びが多いというか、そういうイメージがあったんですけど、この GLB に関しては相当クイックで遊びがなく、なんかキビキビ走る感じはありますね。そしてアイドリングストップもしたと。で、グッとブレーキを奥まで踏み込むと、ホールドされています。で、アクセルペダルを踏むと解除されますね。この辺のね、やっぱブレーキホールドとかアイドリングストップのアルゴリズムってすごくやっぱいいですね。そして今何気にアイドリングストップから復帰しましたけど、いや、ディーゼルって本当にわかんないな。本当にわかんないですね。で、こちら、非 AMG ラインの GLB200D には18インチタイヤですよね、これ確か。そうです。はい。で、AMG すると確か19インチかなんかなんですよね。19インチになります。5ツインスポーク、おなじみの。はい、おなじみの、5ツインスポークになりまして、19インチのタイヤになります。今18インチだからっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱ乗り心地はいいですね。で、今結構急なカーブをくねくね
曲がっていきましたが、GLA とかね、B クラスとかに比べると背が高い SUV なんですけど、ロールとかほとんどしないでクイックに曲がってきますね。だから想像してたよりだいぶスポーティーというか、ハンドリングに関してはそういう印象がありますね。いや、もっとゆったりしてるのかなと思いきや、結構ドライバーズカー寄りというか、だからまあ走ってて楽しい感じはありますし、18インチっていうところもあってか、乗り心地もまあそんなにカンカン来るような感じはないかなと。やっぱりまあ A クラスであるとか CLA であるとかよりはコンフォートな感じも若干あります。だからこれが AMG ラインになって19インチに変わるとまた印象も変わってくるかもしれないですね。ちょっと踏んでいいですか？はい。お、めっちゃ勇ましいわ。勇ましい。勇ましいわ。想像してたよ。ディーゼルらしからぬ回転フィールだわ。なんかもっとディーゼルっていうと、渋い、あんまり上まで回んないっていう感じありましたけど、結構今行きましたね。勇ましいサウンドとともに、でしかもそんなにざらついた感じがなくて、音質もやっぱりいい感じにこうスポーティーな味付けになってるなという感じもありますね。だから不快な感じじゃないし、本当にスポーティー。CLA ではそういえば僕も普段乗ってますけど、あんまりそういえば全開加速とかするような走りはしてなかったですけど、結構だからこれももしかしたらそのセッティングとかがねそれぞれ違うのかもしれないですけど、低回転寄りにトルクが振ってあったりとかする関係もあるかもしれないですけど、本当にトルクも豊かだし、だって今1500回転回ってないでぐいぐい加速してってるから、やっぱりこのメルセデスの2リッターのディーゼルと、8速 DCT の組み合わせって本当にいいなと思いますね。本当 CLA 乗ってても思いますけど、それがまた GLB 専用にチューニングされて、コンフォートかつ、まあちょっとスポーティーな感じになってるっていう、結構やっぱ絶妙な味付けされてますね、GLB に関しては。で、静粛性もいいですね。まあエンジンルームからの静粛性はもちろんいいのはありますけども、窓方向からの、だって床方向からの遮音性すごいかも。まあ実は、ここに来るまでハリアーのハイブリッドで乗ってきてたんですけども、ハリアーよりやっぱ静かかもしれないですね。本当ですか？そしてやっぱベンツいいのはですね、この、まあナビとか、このメーターの液晶の情報量が多いっていうのもありますけれども、その中でですね、シフトのインジケーターがちゃんと出てると。今何速に入っているのかっていうのが、こう D1 とか D2 とかっていう形で見えるっていうのもいいですよね。で、これ8速なんで、なお、こんなに速いタイミングでシフトアップしてるのかとかっていうのがね、こう一目見てわかるような感じになってるのも良いですね。ほんと街中だと2000回転回らずに全て足りてしまうぐらい、トルクとこのクロスした8速 DCT がすごく良いですね。高速燃費とかもすごくいいんだと思います。私CLA200D というね、同じ2リッターディーゼル8速 DCT 乗ってますけど、高速リッター30とか出ますからね。それは本当にびっくりしましたけど、100キロ巡航でずっと流してると、やっぱ8速まであるこうトランスミッションって、まあ、高速巡航で特に効果が出ますし、ディーゼルだとなお、まあ、低回転のトルクがあるんで、高いギアを保ったまま走ることができるということで、本当にね、高速燃費の良さには驚きますし、さらに軽油ですからね。そうですね、コストも安いですし、軽油の安さと高速燃費の良さなんで、だから距離を一度に乗られる方とか、には特にいいんじゃないかなと思いますね。しかもこの GLB はまあ7人乗り7人乗りということなんで、まあお父さんお母さんと、まあね、例えばおじいちゃんおばあちゃんと、孫も乗せて、ドライブしたりすることもできると。まあ、後ろの席はさすがにちょっと大人が長時間乗るにはきついかもしれないですけど、個人的にはね、結構意外とまともに座れるなっていう印象だったんで、意外と GLE とかよりも広く感じたような気がする。多分フロアの高さが、まあ、
GLB の方が低くて、はい、なんだろう、着座姿勢が体育座りみたいにならないっていうところも効いてるかもしれないんですけども、はいはい、広く感じますよね。そうですね。チャイルドシートが付けられるんですよね。最後のシートにまで、3列目までチャイルドシート付けられると。そうなんですよ。そこはかなり他社産メーカーの車よりはいいと思います。確かに。はい。2列目とかでチャイルドシート専用しちゃうと、どうしても、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが3列目に行かなきゃいけないようなシーンもありますけど、はい、3列目にチャイルドシートをつけて、さらに隣も座れますもんね。はい、座れます。そういうところはすごく、いや、パッケージングに関しては GLB めちゃくちゃすごいなと思いました。で、3列目ね、倒してれば、普通にラゲッジの広い SUV としても使えるし、さらに2列目と、辛い位置でフラットになるっていうのが僕結構衝撃だったんで、使い勝手は相当いいなと思いましたね。はい。かなり広くスペース取れるので。あれだと本当足伸ばして寝れますもんね。はい、寝れます。2人乗りで使うんだったら本当後ろ全部フラットにしちゃって。そうですね。はい。車中泊できちゃう。そうですね。お使い方もできるかと思います。こちらにはついてないけど、パノラマルーフも確か設定ありますもんね。設定あります。はい。僕も今回はパノラマつけなかったですけど、まあ、つけるとまたちょっっと納期があれですか。そうですね、また。今買うとどれぐらいで買えるんですか？今ですと、もう、一番早くて、やはり年末12月あたりのお届けの予定になりますね。はい。グレードによっては、もっと長くなっちゃうこともあるんですか？はい。一番早くて年末。そうですね、一番早くて、はい。なるほど。まあでも一旦、その、初期のラッシュが落ち着いたら、はい。もうちょっと色とかグレードとかも選べるようになるんでしょうからね。はい、なると思いますが、今、まあ、あとは生産月のタイミングでもしかしたら前倒しになる可能性の車も出てきてはいます。はい。はい。そして、ちょっと踏めるところがあるので、ダイナミックセレクト。せっかくなんで、スポーツにして走ってみたいと思います。じゃあちょっと、今踏めるところなので、踏んでみましょう。はい、床までドン。おー、やっぱ安定してるよな。安定してる。で、あっという間に制限速度まで行ってしまうので、何ですかこれ。今の多分トラックにブラインドスポットが近すぎたってことですかね。はい、まあやっぱり速い、あっという間に制限速度になっちゃいますし、そしてこのスポーツモードにしてるとちょっと普段よりもエンジン回転数が高めに保持されるんで、それでもまあ2000回転以下ぐらいとか、今2000回転ですね。2000回転で保たれるんで、踏んだ瞬間からトルクがもりっと立ち上がるんで、いやこれはスポーティーですね。そしてトルクステアみたいな挙動もないし、安定してるっていうのがすごい印象が強いですね。そして速いし、回転フィールもやっぱさっき言ったようにスポーティーなサウンドになってるし、ちゃんとでなんちゃってサウンドではないっていうところですよね。最近は電子的になんか鳴らすのも流行ってますけど、ちゃんとチューニングされてディーゼルらしからぬ、結構いい音がするというのもいいところじゃないかなと思います。いや、こういう形の SUV でここまでの加速フィールドだったら全然速い。やっぱターボはいいですね。そうですね。ディーゼルとはいえやっぱターボついてるところは、やっぱり最近、まあ僕なんか国産の SUV とか乗ること多いですけど、ハイブリッドとかガソリンの NA とかに比べるとやっぱパンチが全然あるんで、特にディーゼルの場合は経済性もあるしっていうことで、トルクも低回転であるし、で踏んでも渋くないっていうところも本当によくできてる。でこの後ちょっと GLA もちょっと試乗させていただくということで、比較してどんな感じになるのかっていうのも楽しみではあります。あちらはフォーマチックですもんね。はい、GLA は 200D のフォーマチックになります。はい、ということで試乗も終了でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、メルセデス・ベンツ買う際はですね、越谷店まで来
木村さんまでと、はい、ということで、はい、ぜひよろしくお願いします。結構ね、来られるお客さん多いって言いますもんね。はい、おかげさまで。はい、ありがとうございます。なんで、ワンソクチューブ見たというと、なんかいいこともあるかもしれないんで、はい、越谷店までぜひ足を運んでいただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしたら、一回止めていただいて、そうですね。スタッフがそしたら動かしますので。そして今回いいのが、360度モニターが標準装備となっているっていうところですね。今まではアドバンストパッケージね、オプションでしたもんね。はい、だったんですけど、GLA と GLB は標準装備になりますね。これだからね、日本の保安基準の影響もあると思うんですけど、耳たぶミラーがつかないし、しかもね、リバース連動ですもんね、メルセデスの場合は。そうです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。といった感じで、メルセデス・ベンツ GLB200D、こちらのね AMG ラインついてないモデルの、試乗ドライブインプレッションをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。個人的な感想としてはですね、かなりね乗り心地はコンフォートでしたね。でそれでいてステアフィールとかはクイックだったんで、なかなかね面白いなと。これがまた AMG ラインについて19インチとかに上がった時に、どんなね、乗り心地になるのかっていうのも気になるところなんですが、それはね私の購入したモデルがね AMG ライン付きなんで、それでねレポートしたいと思うんですけれども、私の納車はなんとね年末とギリギリになるかもしれないということで、かなりね遅い納車になっちゃいました。それでもね見積もり解禁して3日で契約したんですけどね。そしてこの後 GLA200D フォーマチック、こちらの試乗していますので、それとね比較するとねまたね面白さがあったんですよね。いや GLB と GLA 結構乗り心地に関しては違いがあります。次回 GLA200D のフォーマチック、こちらのドライブインプレッションもご期待いただければと思います。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。